はい、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は単一銘柄焙煎と概要紹介シリーズの第11弾としてですね、こちら、ニカラグアの SHG サンターナ農園をですね、紹介しようかなというふうに思います。単一銘柄焙煎シリーズもですね、10回を超えてきましたので、この第11弾から少しだけ模様替えをしてお届けしたいと思います。カメラのですね、俯瞰撮影の課題がありましたので、調整できたらなというふうに思っています。少し見づらいシーンがですね、あるかもしれませんが、調整しながらとなりますので、温かい目で見守っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、ニカラグアということで、またですね、私あまり認識できていなかった国ということになります。最近でこそ SNS でこの国名はですね、よく目にするようになってきましたけれども、私の学生時代にはですね、多分聞いたことがなかったかなというふうに思っています。で、こちらのニカラグアもですね、第9弾で紹介しましたエルサルバドルのお隣さんのようなので、中央アメリカに位置する国ということになります。先にこちらの木豆の商品説明欄にですね、記載されていることをお伝えしますと、100% 手摘みされているらしくて、豆の熟度にもこだわっているということで、完熟割合を高める取り組みをされているようです。優しくしっとり華やかで繊細なコーヒーということで期待が高まります。また、今回も生成方法に着目してみますと、ウェブサイトにはですね、フルウォッシュドというふうに書かれていました。実は、ウォッシュドというですね、推薦式にも細かくですね、分けると、フルウォッシュドやセミウォッシュドなどいくつかの種類があります。つまり水で洗うときにしっかり完全に洗い流す場合と、洗う水の量を減らして軽めに洗う場合や、果肉のですね、取り除き具合の差などがあるようです。で、実はですね、セミウォッシュドというのは前回の第10回のブラジルショコラの時に出てきましたパルプドナチュラルとも言われることもあります。このように同じ生成方法でも生産国や状況により呼び方が変わることがありますので、少しですね、ややこしいですけれども、とても面白いと思います。今回の木豆はですね、フルウォッシュドということなので、完全に洗い流すパターンということになります。で、さらにですね、一歩踏み込みますと、ウォッシュドという製法は、水洗いの工程である程度不純物やハンドピック対象の豆も除去も行われるということになりますため、豆のですね、表面も綺麗で均一な豆が多くなることから、高品質な豆が多いという特徴があるようです。逆にですね、大掛かりな設備とか大量の水を必要とすることから、水資源など環境が整っていないとできませんし、手間がかかる方法ということになります。あとですね、今回はもう一つうんちくということになりますが、名前にですね、SHG という表記があります。こちらはご存知の方も多いと思いますが、私と同様に勉強中の方に向けて簡単に説明しますと、コーヒーのグレードを表しています。木豆の名前の部分であるとか、木豆情報の中にですね、項目としてはですね、例えば規格とかグレード、格付けというふうなですね、部分に SHG とか HG とか、あるいはですね、G1 とか G2 といったようなですね、いろいろな表記がされていますので、購入するときにであるとか、購入したものをですね、調べてみると面白いと思います。で、このグレードにはですね、各生産国が独自に決めた基準ということになりますので、一言では伝えきれませんが、今回の木豆について簡単に説明したいと思います。コーヒー豆が栽培されている標高の高さでグレード付けがされております。生産国ごとにですね、もちろん国によって標高は異なりますので、今回のこのニカラグアの場合はですね、SHG というのはですね、標高が1500メートルから2000メートルのものを指すようです。で、SHG はですね、ストリクトリーハイグロウンの頭文字で、直訳しますと、このストリクトリーというのはですね、厳密にという意味で、ハイグロウンというのが高い成長したということになりまして、最も良いグレードというのを表しています。で、グレードがですね、下がるにつれて HG とか MG、LG と
いう風になるようです。はい、ちょっと難しいですね、話になりましたが、ここまでとしまして、いつも通りですね、250g で焙煎していきたいと思います。はい。では、まずですね、豆の大きさから見ていきたいなというふうに思います。私は単純なのでですね、フルウォッシュドと言われると、確かに綺麗な豆だなというふうに、単純に感じてしまいます。なんとなく綺麗なような気がします。では、まず大きさからですけれども、大きさはですね、普通通り、通常の豆ぐらいかなというふうに思います。あとは豆の色ですけれども、ちょっと緑が濃いめですね。いつも緑がかったベージュと言うんですけれども、それよりかは少し緑が強い印象になります。若干ちょっとグレーも混じってるようなといえばそうなんですけれども、緑濃いめのベージュ、グレー混じりのというようなイメージになります。次に豆の綺麗さというところですけれども、やっぱりちょっと綺麗なような気がしますね。すごく粉状のものもだいぶ少ない気がします。なので豆はすごく綺麗で、粉は少なめかなという印象です。あと匂いですけれども、いつも通り木豆らしい匂いかなというふうに思います。それでは、ハンドピックですね、していきたいと思います。はい、このぐらいでいいかなと思います。では、重さを測っていきたいと思います。4.5g ですね。普通ぐらいかなと思います。はい、こちらが豆のアップの映像ということになります。本当に綺麗な感じがしますね。で、こちらがハンドピックした豆ということになります。で、完熟のですね、豆を管理されているということだったんですけれども、私がハンドピックした対象としましては、結構丸っぽいですね。今まで未成熟というふうに扱ってですね、ハンドピックしてきたような豆がですね、多く見受けられるかなというふうに思います。私のこの見方が良くないのかもしれませんけれども、こういった丸まった豆が、まだ、ハンドピックですね、しなかったものもあるんですけれども、これぐらいですね、ありました。ただ虫食いとかカビ豆というのはほぼほぼもうなかったように思いますので、やっぱり綺麗な豆が多いかなという印象です。はい、こちらが茶粉の量になります。普通ぐらいかなと思います。煙も煙は少なかったように思いますね。
はい、焙煎が完了いたしました。今日もですね、なかなかいい色に焼けたと思います。で、焙煎するとかなりですね、ふっくらと、まん丸とですね、焼けたような印象があります。かなり粒も大きくですね、なりました。焙煎後のハンドピックもですね、していきたいと思います。そんなに色が極端に変わっているものはなさそうですね。ただそうですね。こう、言うんでしょう。最初もともとハンドピックしなかった未成熟と思われる丸っこい豆もですね、一応こう、はぜてはですね、いるんですけれども、ちょっとまだ、よく見るコーヒー豆の、いつもの形とはちょっと違いますけれども、全然、自宅で飲む分には問題ないと思っていますので、これもハンドピックはしません。はい。特にムラ焼けとかもなさそうなので、今回はこのまんまで大丈夫そうだと思います。では重さを測っていきます。はい、206ですね。ではエスプレッソで飲んでいきたいと思います。はい、エスプレッソの準備ができましたので飲んでいきたいと思います。こんな色になりました。クレマが薄く、抽出も早めでしたね。もう少し飯を細かくしてもよかったなと思います。それではいただきます。香りはいいです。ものすごい、焙煎直後というのもありますけど、爆発味とパワーを感じますね。酸味とコクをなんか混ぜて、バーンとくる感じですね。なんかバランスというよりも、それぞれの要素が尖っている感じがしますね。美味しいですけれども。なるほど。はい。ここから3スライドにわたって整理した情報です。はい、いかがだったでしょうか。今回は単一銘柄焙煎と概要紹介ということで、ニカラグア、SHG、サンターナ農園をですね、焙煎してみて、直後ですがエスプレッソで飲んでみました。説明欄にあったですね、優しく、しっとり、華やかで繊細なコーヒーとありましたけれども、私はそうはですね、感じなくて結構パワフルな、繊細というよりも結構、なんて言うんでしょう。パワー溢れるですね、コーヒーかなというふうに感じました。これは2、3日後に期待したいですね。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する動画をアップしています。焙煎に興味が出てきたとか、コーヒー、エスプレッソ好きの方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。